この画家の作品は見たことあるぞ。うちに何枚も飾ってあったっけ。黎明の国の国立美術館にも飾られてるんだな。なんだか嬉しいぜ。これは民思いの姫と貧しくも心優しい青年が結婚を認められたシーンの絵だったかしら。ああ、そうだぜ。左に立っているのが王様で、姫が好きなやつと結婚できるように法律を変えたんだってさ。あらカリム、あんたが細かい伝承を知ってるとは思わなかったわ。従者たちが本で読んで聞かせてくれてさ。みんなが幸せになれる話っていいよな。そうそう、知ってるか。この王様の趣味は模型を集めることなんだ。部屋に飾られていたのは子供が乗れるぐらい大きな馬車に羽が生えた馬の像、それから王宮を再現した模型。王様はしょっちゅうその模型で遊んでたんだって。ふん、一国の王にしては子供っぽい趣味ね。模型遊びって子供っぽいのか。俺も実家に帰るたび遊んでるぜ。昔俺が父ちゃんに屋敷を上から見たらどうなってるんだろうって話したことがあってさ。そしたら父ちゃんが屋敷全体を再現した模型と専用の部屋を作ってくれたんだ。子供の一言でそんなものを作るなんて、さすが味向けというところかしら。それにしても専用の部屋ってどれだけ大きい模型なのよ。最初は魔法の絨毯と同じぐらいの大きさだったかな。その時は屋敷だけだったけど、いつの間にか庭も再現されててさ。屋敷を増築するたびに模型も調整されるからどんどん大きくなっていくんだ。新しい家具を買うと模型の中の俺や兄弟たちの部屋にも家具が増えたりなんかして、見るたびにどこかしらが変化してるんだよ。全然わからないことも多いけどな。家具まで模型で再現しているの？とんでもなく手が込んでいるのね。ああ、うちの模型はすごいんだぜ。ミニチュアの時計や家具も実際に動くし、模型の屋根や壁も屋敷と同じ素材でできてるから見た目がそっくりなんだ。大理石の噴水からはちゃんと水が出てるし、木や芝生なんかも苔とかで再現してるらしくてさ。とにかく本物の屋敷にそっくりだから俺がでっかくなったような気分を味わえるんだ。そうそう、模型が置いてある部屋の天井にはモニターとスプリンクラーがあって、昼と夜を切り替えたり雨を降らしたりして時間帯や天気も自由に変えられる。夜の状態で模型の横のスイッチを押すと模型全体がライトアップされて綺麗なんだ。あとはミニチュアの象やラクダがパレードしたりとか。もういい。あんたの模型が規格外だってことは十分に理解できたわ。死者の国の王とその部下たちの絵ね。死者の国の王の部下は自在に姿や声を変え、子供の姿にもなれたそうよ。へえ、すげえやつなんだな。あ、俺は大人の姿になったことがあるぜ。大人の姿に？あんたが変装したってこと？ああ、ちっちゃい頃家族と見に行った劇で王様が従者に変装するシーンがあってさ、俺も真似したくなって劇を見た日の夜に早速やってみたんだ。屋敷の従者たちの服を借りて、そこの厚い靴で背を高くすれば大人に見えるだろ。それに大きな帽子をかぶってサングラスもかけて顔を見えないようにもしたんだぜ。ずいぶん得意げだけど、周りはあんただって気づかなかったの？ああ、完璧だったぜ。従者様、早くお休みになられてはなんて言われるだけで誰にも名前を呼ばれなかったんだ。完全にバレてるじゃない。勤務中の同僚に寝なさいなんて言わないわよ。え、確かにすごいなビル。俺お前に言われるまで全然気づかなかったよ。でもどうして俺だって見抜かれたんだろう。あんたがしたのは変装でも何でもない。ただ従者の服に着替えただけ。言動はいつも通りのあんたなんでしょ。それじゃあ制服や洋服を着ているのと同じよ。言動のせいでバレるってことは
つまりいつも通りに喋ってちゃダメってことか？そう。あんたの屋敷で働く従者たちが自分に接する時の態度を思い返してみなさい。従者たちの態度か。わかったぞ。俺じゃなくて私って言わなきゃいけなかったんだな。そういう表面的な話をしているわけじゃないけど、ま、一歩前進かしらね。他人になりきるならただ真似るだけじゃなくて、所作も言葉遣いも全て別人になりきらないと。わかった。アドバイスしてくれてありがとな。注意するポイントも分かったことだし、近いうちにまたチャレンジしてみるか。またチャレンジって、学園で？一体どんな変装をするつもり？もちろんうちの従者だ。今度こそ完璧な変装をしてみせるぜ。学園でアジーム家の従者の格好なんて悪目立ちしそうだけど、あんたがどう立ち振る舞うのか楽しみね。おお、見てくれビル、お茶会の絵があるぜ。逸話によるとこのお茶会ってとんでもなく奇妙な内容だったのよね。すっげえ面白いよな。俺このシーンが大好きなんだ。歌に合わせて演奏するティーポット、紅茶に浸して食べるお皿、それからろうそくに火をつけると空を飛んで花火になるケーキ。そんな食器や食べ物が大きなテーブルの上に所狭しと並んでたらしいぞ。最高だよな。あのお茶会のシーンに対する感想が最高なの？私とは趣味が合わないみたいね。あれ、ビルは違うのか？ええ、私は静かなティータイムを過ごしたいから。逸話だと女の子はお茶を飲む暇もなかったって言うし、すげえ面白いと思うんだけどな。こんな賑やかなお茶会が開かれてたら絶対に参加したいぜ。いっそ自分で開けばいいのか？逸話のシーンを真似してさ、ティーポットの演奏に合わせてうちの寮生たちと歌ったら楽しそうだ。そうだ、ティーポットも一緒に跳ねたり踊ったりしてくれたらみんなもっと驚くんじゃないか？ええ、きっと驚くわね。ただ逸話を真似するだけじゃダメだよな。どうせやるなら派手にしないと。食べられる食器をたくさん用意して、浸すための紅茶もいろんな種類がいるよな。あとはそうだ、ケーキ。逸話で女の子が渡されたよりももっとでっかいケーキにしよう。そしたらすっげえド派手な花火が打ち上がってみんなで盛り上がれそうだ。あんたのところの寮生が大声を上げて走り回る様子が目に浮かぶ。だよな。あとはビル、なんかいい案あるか？私じゃなくてあんたのところの寮生たちの意見を聞きなさいよ。ああ、もちろんみんなにも相談するぜ。でもビルのことも招待するからさ、どんな宴にしたいか教えてくれよ。はあ、さっき言ったでしょ、私は静かなティータイムを過ごしたいって。せっかくのご招待だけど遠慮させてもらうわ。じゃあね。そっか。じゃあまた今度別の宴を開くから来てくれよな。さて次は何の絵を見に行こうかな。お、あれってもしかしてやっぱり象の背中に乗ってパレードする青年の絵だ。75頭の金のラクダと53羽のクジャクと他にもいろんな動物や踊り子たちを引き連れて姫に会いに行くついでに国のみんなを楽しませてやったんだよな。みんなを楽しませるためだけにそこまでできるなんて。間違いない、こいつは絶対最高にいいやつだったんだな。俺の人を見る目は確かだぜ。